今日言いたいことはこれです。はい、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、以前視聴者さんのコメントからですね、高音を出すとき、サックスで高音を出すときに、高音の方が詰まってしまうと。そして音になりづらいっていうのでね、どうしたらいいんですかっていう質問があったので、今日はそれをね、細かく説明していきたいと思います。で、その時の質問が、グロをね、このうなりながらうわーってやる、演奏法の中で、高音の方に行ったら詰まってしまうっていう質問だったんですけれども、今日はね、それも含めて語っていきたいと思います。じゃあまずね、高音をね、グロをかけながらね、やってみますけれども、おそらく、音が詰まってないとか、綺麗に音が成立しているっていうのはね、こういう状態を言うと思うんですね。ちょっとやってみますよ。っていうのがね、今やったみたいなのが息も綺麗にふわって入っていってるし、音もね、ちゃんとグローで成立しているっていう状態だと思うんですよね。じゃあね、ここでね、なんで音が詰まるのかっていうのをね、考えられる主な原因っていうのを一気に読み上げます。いきますよ。マウスピースがローバッフルである、リードが柔らかすぎ、マウスピースのオープニングが狭すぎ、喉の周波数が低すぎる、それからオクターブキーの開きが狭すぎる、それから最後、歯の力で唇を持ち上げている。でね、こう一気に読み上げてみたんですけれども、これがね、おそらく僕が思う主な原因のいくつかではないかなと思うんですよね。でね、次にね、詰まるっていうことを考えてみたいんですよ。で、詰まるって一体何なのかと。で、僕が思うにはね、こう、2つパターンがあると思うんですよね。詰まるという言葉自体に。その1つは、息が本当に入っていってない状態。ここでストップしちゃってて、息が詰まっちゃってる。だからもうこっから先空気が入ってないから、音が鳴るはずがないっていう状態が詰まるってことの一つ。それから二つ目、息は入っていってるんだけれども、高音になりきれてない状態っていうのが二つ目の詰まるという言い方ではないかなと僕はおそらく推測しています。はい。じゃあね、一つ目、息が入ってない状態っていうのはね、もう誰が見てもわかると思うんですよね。本当に息がここで止まっちゃってる。こんな感じ。だから今息入れようとしてても、ここでね、詰まっちゃってるから、もう息入ってってないんですね。これが一つ。で、二つ目は、息は入ってってる。シューっていう音は聞こえるんだけども、高音になりきれてない。おそらくこんな感じかな。やってみますよ。みたいな状態が、詰まるっていう二つ目のね、パターンじゃないかなと思うんですよね。で、僕が推測するには、おそらく二つ目のパターンの方の方が圧倒的に多いんじゃないかなと思うんですよ。なぜかというと、一つ目の息が入っていってない状態っていうのは、おそらく誰がやっても自分で気づくはずなんですよね。あ、息入っていってないわ、みたいに。そういうことだと思うんですよね。じゃあさっき読み上げた一つ一つのね、考えられる原因とね、その解消法、対処法っていうのをね、語っていきたいと思います。まず一つ目はね、マウスピースがローバーフルであるっていうね、ことですね。はい。これね、もうこのチャンネルで僕もう何万回もね、ローバッフルは危険だ、危険だ、危険だ、危険だっていうふうにね、言い続けてるんですけれども、おそらくそれもね、もう最重要な理由の一つです。で、このね、マウスピースがね、ローバッフルだと何が起こるかというとですね、息が入っていくときにですね、ローバッフルだと低音域を弾いたときも、高音域を弾いたときも、息の入る量、入っていく量っていうのがほぼ一定なんですよ。うん。で、これが結構ややこしいところでですね、実はこの僕が使っているようなハイバッフルだとですね、低音を弾いた時の息の入っていく抵抗力と、高音を弾いた時の抵抗力っていうのが変わるんですね。で、僕の感覚だと、高音を弾けば弾くほど息を持っていかれるはずなんですよ。
息がヒューって高音の方が入っていって、低音は少しの空気で音が成立すると。いわゆるそんな感覚なんですけれども、ローバッフルだとそれが一定になっちゃうんですね。なので、出ない出ない出ないって言って思いっきりこう息を出そうとしてもですね、ある一定の息以上入っていかなくなるので、それで音が成立しなくなるという原因が考えられます。特に大きい音でやろうとしたらですね、もうある一定以上の空気以外入っていかないので、大きい音になり得ないんですね。なのでそういう部分にね、問題点があるんじゃないかなと思います。なので一つ目は、ローバッフルを使っている方ね、騙されたと思って、一回ハイバッフルのマウスピースで高音を試してみてください。これグローでも普通の音でも全く同じ話です。なのでぜひね、試してみてください。はい。はい、じゃあね、2つ目ですね。2つ目はすごいわかりやすいですね。リード。ね。このリードが柔らかすぎるんじゃないかというね、問題ですね。じゃあ、これね、マウスピースとね、こうね、リードがあるとするじゃないですか。そしたらね、柔らかすぎるとね、もう物理学ですからね、もうすごい簡単ですよ。高音弾こうとしたらね、これがペタって、この柔らかすぎるから、マウスピースに張り付いちゃってですね、もう空気が入っていかないと。だから音が鳴るはずがないっていうね、これは非常にね、わかりやすいので、あえて説明しなくても大丈夫だと思います。なので、リードが柔らかすぎる場合は、それにも問題があるんじゃないかというふうに推測ができると。はい、じゃあ3つ目ね。マウスピースのオープニングが狭すぎる。これもね、さっき言ったリードが柔らかい件と全く一緒です。ね、いくらね、リードがね、いい硬さであってもですね、ここのオープニングが狭かったらね、ちょっと力入れただけでね、ここペタッとリードがくっついてしまうと。そしたらね、息は絶対に入っていきませんので、それもね、原因の一つとして、おそらく考えられるということです。はい。はい、じゃあね、今日のメインイベント、一番多く考えられるのが、喉の周波数が低すぎる。今日言いたいことはこれです。はい。で、以前ね、動画で、この喉の周波数と音域のことについて細かく語った動画があるので、この辺にね、リンク貼っておくので、後でね、ご興味ある方見てください。はい、じゃあ説明しますけれども、まずじゃあね、このレの音でね、試してみたいんですけれども、レの音、ね、高音域じゃないですか。なので、これを実際に弾いてみるんですね。いきますよ。あーってこういう高さじゃないですか、音が。なので、弾くときに実際に、ふーって歌うように、その周波数に合わせていくということなんですね。なので、喉から出ている空気の周波数、ふーっていうのと、管楽器が鳴っている周波数を同調させる必要があるんですね。そうやって音は成立していくわけなんですよ。はい。若干のズレがあっても大丈夫なんですけれども、これが大幅にずれていると、楽器がその自分が喉から出している周波数とあまりにも周波数が異なるので、音にならないということですね。おそらくこれが一番多い原因だと思います。なのでやり方としては、ふーっていうのをですね、周波数をふーで、そのうーっていう音を取っちゃうわけですね。それで、だけどあくまでも出ている周波数はその高さ、喉の形がその形になっているってことでですね、弾いてあげるということです。こんな感じ。すると必然的に音はきれいに成立してくれると。じゃあ逆やってみましょう。僕がですね、うーっていう低い喉で周波数を出しながら、この高いレの音出しますよ。いきますよ。するとこんなことになっちゃいます。いきますよ。ああ、音にならないじゃないですか。これ大げさにやるとこんな感じです。はい。なので、喉の周波数と管楽器が実際にその時になっている周波数を合わせてあげるっていうのが一番の問題解決法だと僕は思います。はい。はい、じゃあ、あとはね、ちょっとしたコツですね。これね、機材の問題なんですけど、次はですね、このオクタブキーの開き、ここですね、この一番上のここ、オクタブキーね。ここの開きが、調整があまりうまくいってないために、あんまり開かないっていうのも原因の一つとして考えられます。
これね、例えば、このオクターブキーを押した時にですね、ちょっとしか開かないっていうのを僕よく見るんですけれども、これだとね、音が高くなってくれない時があるんですね。なので、ここの開きの部分もね、かなり、影響しています。ですね。ちょうどレの音なんて弾いたら、ここが開くんですよ。ここ。オクターブキーって2つありまして、ここについてるのと、あとちょっとね、見えづらいですけれどもね、サイド、ここにもね、1個ついてるんですね。オクターブキーがここのとこに。なので、どっちが開くかはその時の音によって異なるんですけれども、こっちの開きがあまり開いてないと高音になりづらいんですね。はい。なので、そう思った方は一回リペアマンのとこに持って行って、ちょっとオクターブキーの開きがあまりにももう1ミリぐらいしか開かないので、もうちょっと開くようにしてくれませんかって言ってくれるとですね、すぐやってくれるので、そういう機材的なね、問題ももちろんあります。はい。うん。でね、これ次は最後ですね。最後は、アンブシュアの話ですね。下の歯で下の唇をぐっと噛んでいる。噛んで持ち上げてる。うん。これ何が起こるかというとですね、噛んじゃうと、こう、周波数が何て言うんだろうな。周波数、せっかく、喉でいい周波数を歌っててもですね、ここで歯の強さの周波数に変わっちゃうんですね。ここのマウスピースのところで。なので、例えばレの音を成立させるために必要な周波数っていうのがカットされちゃうんですよ、ここで。うん。なので音が成立しない。故に詰まっている感覚に襲われる。これもあるんじゃないかなと思うんですよね。うん。じゃあ僕噛んでやってみましょうか。思いっきり噛みますよ。それでレの音やってみますよ。いきますよ。ああ、やっぱりね、こう噛んじゃうとね、こう音も痩せちゃうし、変な音出るし、ちゃんと息がね、ヒューって入っていってる感覚がないんですね。うん。本来、高音であればあるほど息は持っていかれるはずなんですよ。シュワーって音が入るはずなんですね。こうやって。ものすごい空気を持っていかれるはずなんですよ。でもそれが正しい形です。はい。うん、そして、じゃあグローとの関連性、うなりながらやった時詰まるっていうのはね、これまた今話したのとは若干異なると思うんですね、原因がね。うん。なんだけども、このうなる、グローをかけると何が起こるのかを説明せねばならないんですよ。じゃあグローで、レの音でね、音をブワーって割りながらやると、こんな感じ。こうね、ブワーって割れた音がするんですけれども、これ、実はですね、今僕は喉で調整してやってるんですけれども、本来高音の方でグローをかけると、ピッチが思いっきり下がるはずなんですね。もう、確実に下がるんですよ。それを喉の開き具合と空気の入れ具合、入れる量を増やすことによって、無理やり周波数、下がってしまった周波数を元に戻さねばならないんですね。はい。なので、ひょっとしたらグローをかけた時だけ音が詰まるという方はですね、グローでその下がってしまうピッチを元に戻せてないがゆえに、音になりきれてないんではないかという推測もできます。うん。じゃあ僕がね、喉でも口でも調整せずに、この高音でグローをかけてみようとしますよ。するとこういうことが起こるんです。いきますよ。うん。これね、ピッチ元に戻す努力をしなかったら、こういうことになっちゃうんですよね、音がね。うん。なので、おそらくそれも考えられるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。うん。ってことでね、このね、高音が詰まりやすい、特にグローをかけたり、特殊なテクニックを使いながら高音を出したらですね、高音が成立しないっていうのはね、非常にもうめちゃくちゃ理解ができます。なのでね、もう、でもできることとしたら一個一個ね、解決していくしかもう方法はないので、ぜひね、今日挙げたね、この5つかな、5つのね、この原因をね、一個一個ね、ぜひね、研究してみてはいかがでしょうか。うん。それでね、過去の動画でたくさんグローのこととかね、語ってるので、後でね、ちょっと探してね、動画ぜひね、見てみてください。
それでね、僕も私もね、高音の方やったら音が詰まる。って思った人はね、いいねボタンを押してください。ね、そしてぜひね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。じゃあまたね、次の動画で会いましょう。バイバイ。